はい、今日はレーズンのリンゴ酢漬けを作っていきます。瓶詰めにして、毎日4、5粒ずつ食べて、1ヶ月ぐらいで食べきるようなイメージで、毎日続けて食べることが大事ですんで、サラダにトッピングしたり、ヨーグルトにトッピングしたり、そのまま食べてもいいんですが、いろんな料理に活用しながら、楽しんで毎日食べてもらいたいと思います。今日用意する材料、レーズンはですね、これ 117g、100g ぐらいあればいいかなと思います。100g の袋をお願いします。あと、リンゴ酢の方は、この、純って書いてある方ですね。純リンゴ酢。純ってつくと何が違うのかっていうと、単一原料って言いまして、この裏の原材料名見るとわかるんですが、リンゴ果汁。リンゴ果汁しか書いてないんですね。リンゴ果汁だけを発酵させて作ったお酢なんです。で、単一原料って言うんですけど、そうすると、純って、名乗れるんですね。純リンゴ酢。こっちの方が価値があります。純ってついてない、普通の何もついてないリンゴ酢。裏の原材料名見ると、リンゴ果汁とアルコールって書いてあって、リンゴ果汁にアルコールを入れて、強制的に発酵させてるっていう作り方になります。で、リンゴの果汁の方も、チリ産だとか、安い果汁使って、作ってるんで、とってもですね、多分原価が安いんじゃないかなって、勝手な想像なんですけど、思っております。で、三塚さんのこいつは、国産のリンゴ果汁使って、しかも単一原料なんで、これめちゃめちゃ価値のある一品だなと僕は思ってるんで、100円ぐらいの差しかないんで、純ってついてないリンゴ酢ですね。その価格差であれば、100円出してこの国産の単一原料のリンゴ果汁の純リンゴ酢を買った方が絶対お買い得だなって僕は思いますんで、こちらおすすめします。三塚さん以外にも純リンゴ酢出してる企業結構あるんで、純ってね、ついてる方買ったら間違いないなと思いますんで、よろしくお願いします。あとですね、リンゴ酢の酸味の角を少しまろやかにするために、ちょっとだけね、蜂蜜入れますんで、蜂蜜の方も用意してください。あと瓶ですね。瓶。これ100均で買ってきました。蓋をこう回すやつですね。毎日食べるんで、こういう方がいいかなと思います。大口のおやつの方が多分使いやすいと思いますんで。これ 370ml ですね。これ足せば200ml 分ぐらいなんで、全然これで入りきるかなと思います。はい。じゃあこちらの材料で作っていきます。はい。じゃあレーズンからやっていきましょう。何のことはないです。レーズンただ瓶に入れるだけです、これ。瓶の方がですね、繰り返し使う場合はですね、毎回煮沸してもらえばいいかなと思います。煮沸する場合は水からやってください。お湯から、瓶入れちゃうとですね、割れちゃう可能性ありますんで。はい。レーズン入れました。下ごしらえこれだけですね。あと、お酢の方やっていきましょう。はい、お酢、温めて沸騰させます。分量は 100ml です。レーズン1に対して、リンゴ酢も1対1で、やってください。なので 200g であれば 200ml 入れてください。で、ここにですね、蜂蜜ですね。蜂蜜は 100ml に対して大さじ1杯でいいと思います。レーズン自体にも甘みが入ってますんで、漬けていくうちにどんどんもう最後の方はね、レーズンの甘みが出てきますから甘くなると思います。はい、リンゴ酢の方泡が出て沸騰状態になったらもう火を止めてください。これで粗熱を取ってですね、瓶の方に入れていきます。このまますぐ入れちゃうと、またこれも温度差で瓶が割れちゃう可能性がありますんで、少しですね、お風呂ぐらい、40度ぐらいまでになればですね、瓶の方に詰めていいかなと思います。はい、粗熱取れたんで入れていきますね。もう漬けたその日に食べられます。食べてってですね、どんどん毎日味が変わるのを楽しんでもらいたいと思います。はい、こんな感じですね。冷蔵庫で、冷やしてですね、毎日少しずつ召し上がってください。